めちゃくちゃ暑いけどドリップが取りたかったからその1点のみで取り込む。どうもケイスケです。ついにですね新しいカメラ、こちらルミックス S9 というカメラがちょっとこの前発表されましてですね、で、ここのね皮張り替えられるんだよ。そうここでやっぱこれって結構おしゃれ推しのカメラだなと思いまして、このカメラこうね張り替えられるということはもう1個フルサイズで張り替えできるカメラがあるということをちょっと思い出しまして、で呼びました自己紹介を。どうもフラットです。あ、以上はい、フラット君を呼びました。で、フラット君はですね、このねカメラニコンの ZF っていうカメラを持っていて、でこのね ZF もここのね黒の部分張り替えれるんだよね。そうですね、張り替えられます。そうで今のところこのね、ルミックスの方は、4種類かな、ブラックレッドブルーグリーン、僕の持ってるグリーンと4種類で、こっち7種類ぐらいあったよね。そうですね、7ぐらいありましたね。ってことでなんか見た目でフルサイズのカメラを選ぶんであればこの2機種めっちゃいいなっていうふうに僕は思ってるんですよ。そうってことでですね、この2機種、めっちゃ比較するっていうほどのもんじゃないかもしれないんですけども、ちょっと外でお散歩しながらこっちがこういうカメラでどっちがどういうカメラでっていうのをちょっとここで皆さんにご紹介して、こう見た目重視でやっぱね買った方が後でカメラもこうなんだろう使えたりとか、なんかね、せっかくカメラ買ってもこう見た目が気に入らないから使わないですっていう人もやっぱ多かったりするんで、そうならないようにどっちがどういう人に向いてるかとかね、そういう話を中心に今日はスナップ行きながらできたらと思っております。ということで今日の動画早速行ってみましょう。ってことで僕は結構このねこれ使ってるから逆にフラット君にこれを託し、逆にこれは俺に託されそう交換をしてちょっと試したりとか、あと、やっぱルミックスって動画の手ブレ補正すごい強いんで結構その辺も気になるなと思ってたんで、いろんな写真を撮りつつ手ブレ補正も比較して、で最後にちょっと総評というか、ね、こういうところ合ってそうだなみたいな、そういうところも話していきたいなと思ったりします。レンズは今使っちゃってるわ。レンズはこっちのレンズが 28-75mm、T シリーズでね。T ラインですね。T ラインT ラインとは言わないけど噂の T ライン、噂の T ラインと、僕今このレンズ使ってるのが、タムロンじゃないシグマの 28-70mm なので、ほぼ同じ焦点距離でしょということで、それを使ってスナップしていきたいと思います。いってみましょう。よしということで、外出てきたんで、僕が今このね、ZF 持たせてもらって、でフラット君に S9 を持ってもらって、でちょっとスナップしながら、フラット君はねもう ZF めっちゃ使ったことあるし、僕もね S9 だいぶ使い込んだんで、その感想はちょっと後ほどシェアしたいと思います。ということで行きましょう。久々の中目。いや今過ごしやすい気候でよかったな。ニコンの 1. の AF いいね。1点の AF 使いやすいですね。使いやすいね。結構さエリアだとさニコンなんか暴れるイメージあったけど、でも手前とかに合いやすいとかあったりする。そうだよね。ちょっと奥には合わないとか。僕メインが Z8 だから、そうじゃんないわ。全然違和感ない。そうでもなんかシャッター音的には、ちょっとチャッチーっていうか、一応ね3種類変えられるんだけどシャッター音、でもねなんかどれも似たり寄ったり、逆にさZ8 はチープに感じなかったの？ Z8 も5種類ぐらい変えられて、そうなんだ。なんか最近はアルファ1みたいなことっていう音が好きです。
全体的なフィーリングはめっちゃいい。ちょっとなんかダイヤルが特殊だから最初使う時にちょっと困るかもしれないけど、まあでもなんかシャッターを押した時の感覚とかそういうのはめっちゃいい。多分 ZF が Z8 とかの後の機種じゃん。だからなんかすごいそのプロフェッショナル感のあるなんか使い心地ある。ちょっとなんか一個さ、そのアマチュアとか初心者向けからなんかこうピュンといったようななんかフィーリングというかレスポンスの速さある。でちょっとね一個上な感じがするね。なんかソニーとかだとさ、結構その α7-4 とかなんかやっぱちょっとまあ α7-4 はあれか 7-3 とかはやっぱなんかねレスポンスがちょっと遅い。まあ Z6 とかもそうかもしれない。ややレスポンス遅いなみたいな部分がかなり改善されてるから、なんかそこはめっちゃいいなって思った。普通に電源つけてからのシャッター切れるまでの時間が多分なるほどね。おいおい早いめっちゃ早いめちゃくちゃ暑いけどドリップが取りたかったからその1点のみでドリップコーヒーでも心よくやっぱ OK してくれたね今回の。優しかった。ちなみに手ブレ補正も検証してみました。同じ焦点距離 18mm での撮影です。手ブレ補正に関しては見ていただくと分かる通り、ルミックス S9 の方が1歩か2歩上を行っているような印象です。撮影した時のガタつきがなく滑らかに映像を撮影できています。またニコンの上位機種である Z8 とも比較してみました。こちらと比較してもやはりルミックスの方が手ブレ補正は強い。さすがでした。ケイスケの動画ほいということで戻ってまいりました。ちょいちょいスナップしたね。ちょいちょいスナップしましたね。はい。どう？でも普通に難なく使えたって感じがしますね。そんなにメニュー触ってないからあれなんですけど、でもまあ取る分には全然普通に取れたって感じ。そうなんか、まずこの2つなんですけど、全体的なスペックは一応ほぼ一緒なんだよね。っていうのも例えば、4K の動画のスペックでいうと 4K の、30p で 4K の 60p だとクロップとか、なんかその辺の基本スペックが一緒で、違うところでいうとファインダーがあるのが ZF で、電子シャッターなのがこっち。そうだからシャッターもあるのがこっちだねっていう感じになってます。だから、全体的にこう使ってみた感想だけど、結構 ZF の方がやっぱりこうちょっとプロフェッショナル向けというか、いろいろクリエイター向けだなっていう感じはすごいする。細かい、例えばダイヤルがめっちゃ多いところ、前に1個ダイヤルがあって後ろにもダイヤルがあって、でね、この辺のねダイヤルも、ちょっとね慣れが必要かもしれないけど、でもあんのはいいよね、スイッチとか細かく。に対してめちゃくちゃこの S9 はシンプルですね。シンプルそうもうほんとライカみたいというか、そうライカみたいなところは結構あるなっていう。もうなんかボタンとかも、ちょっとねちゃんと設定しておかないと、少しこうもともとカメラ使った人からすると使いづらさは感じるかも。初心者だったらねあんま分かんない。初めてカメラ使うとかだったら全然ねこれで困んないかもしれない。でここからちょっと全体的に2つ使ってみての感想ベースでいきたいんだけど、フラット君から使った感想を。結構気軽にパシャパシャと撮れるし、全然片手で持っても、ちょっとレンズが違うんですけど、全然片手で撮れるから、
本当気軽にスナップできるなって感じがします。さすがに ZF は片手じゃ結構しんどいから、なんか思ったんだけど今ここのねサムグリップあんだよな一応。そうですね、デフォルトであるのがいい。デフォルトでここにね親指のこうなんか押さえるところがあって、そこはね結構こうグリップがなくてもなんとかいけるところ、あと軽いのもあるよね。そうですね。あとはその今回カフェ行ってたじゃん一緒に、そういう時にちっちゃいからなんか取りやすいというか、多分こっち的にも心理的ハードル下がるし、なんか向こうからしてもこっちで取られるよりさ、絶対こっちで取られる方がちょっとねいいじゃん。そうこっちで取られる方がやっぱりこう心理的ハードルも下がるから、なんか友達のそれこそじゃあポートレート撮りますっていう時にも大きいカメラよりもこういうちっちゃいカメラの方が自然な表情を撮りやすいっていうのは結構あるかなっていう感じかも。で、こっち ZF 使った僕の感想としては、細かいところは多分あるんだけど、やっぱ色味は若干気になるっていうのはそのなんていうの、やっぱデフォルトの色味だから、なんかこれの完成形がどんな感じなんだろうっていうのを頭で想像しながらやんなきゃいけなくて、でなんかすごい写真やってたんだけど、色ちゃんと編集したらぽくなるじゃん。そうですね。こう結構何でもないシーンでも色ちゃんと編集したらさ、ちょっとぽい思い出になったりするじゃん。エモくなりますね。そうエモくなるじゃん。あれがやっぱこうないから、完成されてるところはめっちゃよく見えて、完成されてないところはちょっと取り逃すところまでいかないけど、なんかこう惹かれないというか、でも色が入るとこんな感じでここの絵ってちゃんと編集するとこうなるんだっていうアウトプットがもうすでに見えてるから、なんか何でもないとこも結構よく見えるのは結構あるなと思ってる、こっちの方が。こっちはもう編集前提。そうだね、そうだね。やっぱニコン、これニコンに限らずだけど、ソニーは割と元々のね色味がこう SNS 映えする色味というか、もともとガッて色入るけど、他のメーカー、例えばキヤノンとかもそうだし、リコーの GR とかもそうだし、富士フイルムとかもフィルムシミュレーションもさ、なんかちょっとそういう SNS 映えする色味ではないじゃん、って考えたら、元々のカメラの色味だけでいうとやっぱそのソニーの色味か、もしくは今回のこのルミックスの S9 のリアルタイムラット、前から入ってるけどさ、その辺の色味が結構いいなっていうふうには思うかも。使ってみてテンション上がる、普通に撮ってる時にね。確かにこのね S9 はそうスマホにすぐ送って、最近新しいね、これとリリースの同時に新しい、ルミックスラボっていうねアプリが出たんだけど、でそれを使うともちろんそのねすぐに結構スマホ転送もできるから、それもめっちゃ楽だし、もちろんそれに色味も入ってるし、プラスでラットもね、要は色味のフィルターもそこでダウンロードできるから、すぐにねカメラに入れるっていうのはいいかなっていう感じかな。そこはねめっちゃいいなと思った。対してレスポンスはやっぱこっちの方が良くて。そうですね、レスポンスはもうちょっとストレスかなって思いましたね。フラット君はねこっち使ってるからねそう正直に言うと僕は結構ルミックス慣れてるから、あんまりストレスには感じない。これも慣れの問題かもしれないけど、そう若干やっぱなんだろう、例えばシャッターを押した時のブラックアウトとか、分かる？なんかさちょっと遅いよね。分かる？電源入れてシャッター押すまでのちょっとしたラグそうだねが気になるかも。確かに電源入れてすぐ押せるもんね。確かに早いよ。これだって電源オフからオンもう切れるから、これ早いよ絶対。それはオン、そうだね、今切れるぐらい。ワンテンポそうだね、ワンテンポやっぱ遅い。なんか全体的にそれが写真でもそうだし、動画でもレックするときに若干止まったりするし、あとプレビューするときにも気持ち止まったりする。そうですね。からそれはねルミックスの全体のカメラの話なんだよね。だからなんかこうスポーツの現場とか特に、スナップ日常で使う分にめっちゃ気になるかって言われたら多分そうじゃないんだけど、スポーツのシーンとかなんかそうだね、速さが重要になるシーンっていうのはあんま向いてないカメラかなっていうふうに思いますね。あと気になるところで言うと、このプレビューボタンを押しちゃう。そうね。なんかこう持つときにちょうど親指の付け根がプレビューのところに来ちゃうから、写真撮ろうと思ったらなんかもうプレビューをしちゃってるみたいなことは結構ある。全体的にもう詰まってるもんね、明らかに明らかにもうここにしかスペースないんだけどここにしかないで、ここは開けといてほしかったなって。なるほどね。若干そう俺はあんま気にならなかったんだよな、それ。持ち方かもね。でも確かに当たるのかなんかね。確かに持つかもしれない。確かにそうね、持ち方によっては確かに当たるかもね。重さとやっぱ値段とかも
一応話しておきたいんだけど、やっぱ重さ的にはこっちが 800g ぐらい 700g ぐらい700g ちょいってこと？ 800g いかないぐらいです。どっち？あ、710なんだ。バッテリーとか含めて710。ああ、なるほどね。でまあグリップがついて800ぐらいか。そうですね、800ちょいぐらい。はいはいはい。まあ、これ今グリップついてないんだけど S9 の方はグリップついてない状態だと 480g ちょい、だから 300g いかないぐらいの違いがあるね。そうですね。グリップつけると400ぐらい、ぐらいだからやっぱ体感としては結構ね違うよね、持った感じの重さで。さっき話してたんだけど、こう ZF とかだとこのねグリップを今フラット君はつけてるんだけど、このグリップがない状態だとこのズームレンズは重いね。重いっす、ズームレンズつけるとちょっとここのやっぱグリップがないから結構持ちづらくて、 S9 だったらまだこのズームレンズをつけてもギリ持てるよね。まあ、あれも軽いのか。あれも軽い。でもあれはシグマのレンズは 480g、470g、とかで、そうあんま変わらないんだよ。これは多分550近くだと思うから、だからそんなに変わんない 70g しか変わんないんだけど、やっぱ本体の重さもあって、結構こっちはグリップが必須になるかもね。そうですね。この S9 はグリップないからやっぱ全体的にシステム的にはめっちゃ軽くなる、そうっていうのはある。カジュアルさはやっぱこっちだね、でもなんか本格的に撮りたいとかいう風になると結構こっちの ZF の方がいいなっていう風には思う。こう S9 の難点を言っておくと、さっきのレスポンスの話もそうなんだけど、ここのコールドシューだからストロボが上につけて使えないのよ、こっちはストロボ使えるよね。使える。そうとか、あとは動画が長回しはできなくて、こっちだと15分ぐらい。そう15分がもうリミッターでかかっちゃってるから15分までしか回せなくて、今現状アップデートしてほしいねこれは。こっちは回せるんだよね。そっちは、125分いきます。ああいいね。止まんない？結構止まんないと思います。止まったことはないと思う。ああすごいね。大きいだけあるねやっぱり。くらいですかね。ちなみに逆に ZF のアピールポイントと気になる部分逆に教えてよ。アピールポイント。そうアピポイント、そのさっき重たいっていう話があったけど、逆にそれがいいなとは思う。やっぱり重さがあることによっての高級感っていうのはちょっとあるのかなっていうのと、なるほど。あとこのバリアングルもちょっとチープな感じがするかなっていう感じは。あ、そうか。それはあんま気にならなかったな。そのチャッチさで言うとちょっと1個俺はこれね、割とチャッチくない方だと思って、このコンパクトだと。っていうのもその α7C とか、Z30 わかんないけど結構プラスチックな感じあるじゃん、ここが。でもなんかね、これちょっと脂肪っぽい素材になってるから、割とそこはなんかなんていうの、ツルツルよりはさ、ちょっとこう高級感があるというか、なんかシックな感じでまとまってるかなとは思ってる。確かにその重くはないからね、重くはないからアルミ削り出しみたいなカメラにはねちょっと勝てないかも。真鍮ですねこれ。あとねこれねバリアングルね、俺ちょっとここ開きにここ持てばいいんだけど、開きづらいところはあったかな。重い。そうですね。そう持つ指の引っかかる部分がちょっと少ないから、そこはあった。めっちゃ細かい話しちゃうアピールポイントで言ったら、この動画と写真切り替えとモノクロモードおもろいよね。モノクロモードあんの、なんかニコンはだいたいもう全部これあるから。ああそうなんだ。ソニーも最近はあるもんね。なんか α7-4 とかもさ、あるから。それはもう Z50 からずっとあるんで。確かにね、あると便利だよね。それはそう。どっちも撮る人だとこのレバーはあった方がいいかなっていう気がするんですね。ケイスケの動画、って感じでちょっとざっくり撮影しつついろいろ持ってきました。で全体の総評としてなんだけど、どっちがいい悪いをちょっと語る話じゃなくて、別のカメラだから、そう別のカメラだからもうなんかどっちを撮るかみたいな話ではないかもしれないんだけど、値段的にはこっちの方が10万ぐらい安くて、で軽いは軽いと。こっちは重たいけど、その代わり結構いろんな機能が詰め込まれてるという感じ。見た目は結構ね可愛めで揃えられてはいるんだけど、割とこうプロフェッショナルのところまで手が届くのは確かに ZF かなっていう感じはあって、ただなんか撮影体験的に、ファインダーがあるからちょっと何とも言えないんだけど、見てる写真のね、色味とかそういうのがやっぱいじれて、実際に撮ってる時にちょっとおもろいかなって思うのは結構 S9 かなとは思ってる。あとこのダイヤルいじってるアナログ感が楽しいっていうのもあるし。そうねそれはある。だからマニュアルの
車いじってるみたいな感じに近いよね。あ、そうですね。ガチャガチャ自分でいじりたい人はこっち、そうじゃなくてもう出てくるアウトプット見て、うわこんなん取れるんだって思うのはこっちかな、そうですね。正しく言うと、そんな感じかも。でやっぱ趣味とか、1個初めにカメラ買うっていうんであれば全然こっちで問題ないと思うし、こっちのもおすすめ、安いしね。でニコンの場合はこれからこうちょっとでもどうなんだろう、ニコンだったらさこれよりさ Z6-3 待った方がいいとかある6-3待った方がいいですね。やっぱダイヤル周りがこれフィルムの使い方を再現されてるから、あえて使いにくくしてるカメラだから、その仕事で使うってなるとやっぱりちょっと使いづらい部分はさすがにある。やっぱ見た目好きだけど最終までもいける余裕が欲しいなって人はこっちってことか。そうですね。そうだね、そういうことだね。はいってな感じになりました。はい。で僕はどうするかみたいな話を一応言っとくと、フラット君はねもう ZF 持ってるからあれなんだけど、僕の場合はこれねメインっていうわけではなくて、サブカメラにしようと思ってて、でメインカメラになんでしないかっていうと、やっぱりこう15分制限があるから、自分こう長回しでね YouTube 撮るからさ、15分で撮ったら毎回こうやんなきゃいけなかったりとか、15分のずっと見てなきゃいけないから、やっぱそれが大変だから、こうメインカメラにするには自分はあんまり合ってなくて、これをメインカメラにする人っていうのはこれからカメラ始める人だったりとか、めちゃめちゃいい画質で撮ってみたいけどこうアウトプット見たいよって人だったりとか、あとショート動画メインの人とかかな、そういう人が結構明確かも。逆に言うとこういう人に合ってる、それ以外は合ってないみたいなのが、これはねいろんな人が合ってる余地も兼ね備えてはいるみたいな、そうっていう感じで、いろいろ試してみました。どっちの方を取るかっていうのは皆さんのね、次第ではあると思うんですけども、やっぱ見た目ってめちゃくちゃ大事なポイントだと思ってて、持っててね、すごくテンションが上がるっていうのは僕はカメラにとってすごく大事なポイントだと思うんで、ぜひこういうねちょっと見た目テンション上がるカメラを選んでくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、屋根裏も最近ね精力的に活動してるよね。最近じゃなくてずっと活動してるよねはい、やってるんで、フラット君にはねいろいろ運営を任せたりしてるんですけども、いろいろ活動しておりますので、ぜひカメラ仲間写真仲間作りたいよって方は、入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。